それではインスタントレシピのチュートリアルを始めていきます。インスタントレシピは簡単に言うと、標準プリセットの上位互換、標準プリセットではできないプリセットの保存と適用ができるようになるものです。では順番にちょっとお見せしていきますね。まずこうやってちょっと作ったようなもので、これは取っておきたいなってものがあるとします。こいつの場合はこの 3D モードで合成モードは加算、ちょっとポジションと回転にエクスプレッションがかかっていて、エフェクトは2つという感じになります。で、どうやって使うかと言いますと、こいつをじゃあ取っておきたいですと。で、このキャプチャーボタンでキャプチャーします。で、レシピネームつけて、スターとかってしましょうか。で、概要、後で見たときに、どういう案件で使ったとか、どういう時に使いたいとかっていうのを書いてもらってもいいですし、このタグに関しても検索しやすくなりますので、案件名だったりシェイプとかスターとか何でもいいんですけど、書いてもらって、で、セーブレシピ。すると、これ早送りとかしてないんですけど、GIF が生成されました。これも標準プリセットじゃできないものだと思うんですけど、で、ここにエフェクトが2個、エクスプレッションが2個、3D になってます。で、AE2026 で作られましたっていうのがタグで簡潔に見れるようになっています。で、これが1個注意点なんですけど、この2026で作ったレシピ、これ当然2026にはあって2024とかにはない機能もありますので、結構そういう制約が結構あって、同じ再現がバージョンが違うとできない場合があったりしますので、そこだけご承知おきいただけたら幸いです。で、これをどう使うかというと、じゃあ適当にシェイプ作って、このシェイプをじゃあさっきの星再現したいなって時にこう選んでアプライ。で、このアプライボタンっていうのは完全にこいつを再現しますよっていうボタンになります。それはもうこの合成モードから 3D モード、このポジションだったりエクスプレッション、エフェクト全てを再現します。もちろんこのマテリアルオプションとかも設定してたらそれが反映されます。で、もう一つこのユニークなところとして、じゃあ今度この星の形はいらないかな。このエフェクトとエクスプレッションとかだけ適用させて、今はもうこのコンポジションでは 3D レイヤーだけど回転とかはかけてないから、この見た目だけをつけたいって時はこのルックオンリーですると、このエフェクトとエクスプレッション、それから適用してたらこのマテリアルオプションズ、あとは見え方に関連するところで言うと、この合成モードが加算の状態とか、そういうのはこの形のままレシピが適用されるというものになります。で、これはマスクとかでもできますし、テキストアニメーターとかテキストの情報とかも再現されます。で、例えばこういうちょっと複雑なシェイプの構成をしたもので、このキーフレームを打ちまくってるようなやつもできるのかっていうとできます。で、保存して、ちなみにこれはエフェクトもちょっと重いんで自負化が時間かかりますけど、今できましたと。こんな感じでちょっとサクッとプレビューができて、で、エフェクトはこんな感じで1、2、3、4、8個ぐらいかかってるものになります。で、じゃあこれも今度じゃあ、台形でそれをやりたいってなったら、カスタマイズっていうのがあるんですけど、このカスタマイズはどれを適用するかを選べるものになります。今回シェイプの形は台形のままいきたいので、これで適用していくと、台形に対してこの複雑なシェイプレイヤーの構造
とキーフレームとエフェクトともろもろのエクスプレッションなどが再現されて、そういうものが違うと再現しきれてないっていうケースは出てくると思うんですけど、基本的には同じものが適用されています。この色が違うのは元のシェイプレイヤーの色が違うからですかね。っていう感じで、聞かせられるものも選べますし、結構汎用的というか、かなり使い慣れるに従ってどんどん手に馴染んでいく、そんなエクステンションになってるかなと思います。で、普通の標準のプリセットの場合は、その1から何から全てを保存されて、合成モードの加算とかは標準プリセットではできないんですけど、で、位置も再現されるので、例えば標準プリセットだったら、こいつにプリセットを適用したら、さっきのフル HD の中での位置が適用されるので、多分この辺に来たったりとかすると思うんですけど、このインスタントレシピの場合は、このアプライボタンを押すと、一発でこのコンポジションサイズの中心、サイズ感もこいつの比率に合わせてサイズ調整をしてくれるというものになります。もちろんそのサイズ調整はしたくないんだよなって時はカスタマイズから、このフィットっていうのをチェックするとサイズ感の調整がなされて、このリプロデュースポジションっていうのを押すとポジションの調整もこの元のレシピ元のものに合わせて位置が調整されますので、なのでこの位置とフィットを今やってないので、このサイズのままさっきの星ので今トランスフォームを外さなかったのでスケールとローテーションが来てるって感じですね。位置はさっきのもののままで来てるって感じになります。で、逆にこれとこれに入れるとどうなるかっていうと、さっきの今シェイプコンテンツにチェックを入れてなかったので星型は来ないけど、それ以外はこいつが再現されているというものです。結構便利じゃないですかね。一回適当に作ってこれいい感じになったけどプリセットじゃ保存しきれないなっていうこの合成モードとかね、いろいろあるとできない時もあるんで、インスタントレシピならそれの保存もボタン一発で自負付きでやってくれるというものになります。で、あとは標準プリセットでできないものとして、ライトのレシピ化と適用、カメラのレシピ化と適用、もちろんこういう仕上げ用の調整レイヤーとかもできますし、なんか気に入ったルックがね、調整レイヤーで作れたときにこれレシピにしとこうって言って、このプロジェクトだと、この色味とかは外しちゃっていいかみたいな時はこれ外せばいいだけなんで、かなり使い勝手はいいかなって思ってます。で、もちろん先ほども言ったようにマスクもレシピになりますので、ちょっと黒でやっちゃいましたけど、これを緑に、それちゃんとマスクのアニメーションもレシピで、これは標準プリセットでもできると思うんですけど、それにさらに合成モードだったりとか
標準プリセットではできないものも記憶できるというものになります。もちろん、2026とか2025以降ですかね、アドバンス 3D にして押し出したいです。じゃあこれはレシピ化できんのって言われたら、もちろんエフェクトは標準通り乗らないんですけど、こいつをじゃあキャプチャーしてレシピになりました。じゃあ別のとこで、もちろんこれはアドバンスとなってないとできないんですけど、これを適用するとそのままこの押し出しもちゃんときます。で、僕の製品使ってもらってる方はちょっと思ったかもしれないんですけど、僕が出してるモーションスパイスというものがありまして、これはレイヤーもコンポジションも保存できるんですけど、ワンクリックで。じゃあインスタントレシピ使わないでこれでいいんじゃないって思う人もいたと思うんですけど、インスタントレシピの場合は聞かせ方を選べる。でモーションスパイスの場合はこのレイヤー単位で保存してレイヤー単位で呼び出す。コンポジション単位で保存してコンポジション単位で呼び出す。なので、エフェクトの効き方だったりとか、違うコンポジションの違うレイヤーに対してその効果だけを適用するっていうことは、インスタントレシピしかできないという切り分けになっています。もう少しユニークな点がありまして、例えば、こいつにじゃあすでにエフェクトのグローを適用してますと。じゃあレシピかけたらどうなるかっていうと、基本的には上書きになります。こいつを押すとグローは消えて、クラシックに戻しますね。グローが消えてこのレシピが来てるんですけど、じゃあこのグローも残してこのレシピを適用したいんだよっていう時に、そのすでにエクスプレッションとかをつけてる場合はそれもそうなんですけど、このカスタマイズからこのアート加算でレシピを足しますと。一応シェイプもじゃあ星にしたくて1とじゃあフィットもしますと。ってなると最初にグローが来てて、このレシピも追加されているっていう形になります。ちょっとこれが戻っちゃったんですけど、はい。じゃあこのマージは何なのっていう話になるんですけど、やっていきますね。マージ、これがアンドゥで戻っちゃったので、じゃあこいつにライトスイープ適用しました。グローはいりません。でこのライトスイープもう一個あるけど、このマージをしたらどうなるか。このライトスイープだけが上書きされて、あとはレシピが乗っかってくるという形になります。この辺ちょっと多分理解するまで結構使いづらいというか、若干複雑な扱いになると思うんですけど、すでにあるものに対してレシピはそれを上書きする、ないものは足してあるものは上書きするという形になります。それがこのカスタマイズからのアートとマージって
いう形ですね。で、まあ最後になるんですけど、これ言語は今英語、日本語、韓国語、中国語となっています。切り替えたらそれぞれ表示が変わりますので、基本的にはこの起動している言語のバージョンで UI が表示されるようになっています。で、このレシピの場所はここにありますと。変えることもできます。で、プレビュー、ジェネレートするときに、キャプチャーしたときに、このプレビュー作りますかっていうのも、ここのチェックで選べて、で、この GIF、これ常に動いてると、目障りな時があるので、Always にすると、こうやって常に動いてるんですけど、全部。ここをオンホバーにすると、マウスホーバーした時だけ GIF が拡大されて動きます。で、この拡大もいらないよって時はこれ外してもらえればここだけで動きますので、適宜使いやすいように見やすいようにしていただければと思います。で、あともうちょっとあるんですけど、これがあれですね、お気に入り機能。お気に入りでこうやって絞り込めますので、使いやすいように使ってもらって、で、このサーチもこの3ってやった時にこの 3D ってなってると、これが来たりとか、ノイズだったらノイズがあるものが来たりします。で、こいつを右クリックしてエクスポート JSON、 これを押すとここに出力されます。その JSON をチームだったり別の環境に共有することで、なんとこの GIF ごとそこにも反映されるレシピとして渡せるってことですね。でこれがどういうことに使えるかというと、もちろんチームでのシェアもそうですし、例えばいいのができたよって言って、インスタントレシピ持ってる人同士の話にはなっちゃいますけど、X でこのレシピ配りますとか、YouTube でこれ概要欄に置いときますねとかもできるようになるんですよね。これちょっと面白いと思っていて、今後これに関してちょっと展開もありますので、楽しみにしていただけたらなと思っています。というところで、インスタントレシピのチュートリアルになります。イノベーティブワークスの製品に興味を持っていただいてありがとうございます。